こんにちは、のすけです。少し前の動画で、のすけのデスク周りを紹介してほしいというコメントがあったので、第一弾として最近使っているキーボードの紹介をしたいと思います。まずはじめに、のすけがキーボードに求めることがこちら。今まで黙っていましたが、のすけは理系のおじさんです。パソコンの用途としては、ネット徘徊が3割、動画編集が3割、Fusion 360が2割、Adobe 関連で2割といったところです。ゲームはしません。求めることの一つ目は、フルサイズで JIS の標準配列であること。20年近くサラリーマンをしていたので、会社で使っていた点キー付きの JIS 配列しか受け付けない体になってしまいました。ちなみに会社で使っていたのは、だいたいデルか HP のちょっと高性能なワークステーションでした。動画編集でも納金 Excel 野郎なので、点キーは必須です。US 配列のキーボードはエンターキーの大きさが違うので、タイプをしまくりまくりスティです。あと地味にカタカナ変換に無変換キーを使います。求めることの2つ目は、無線で電源スイッチがついていてメンブレンです。理系のおじさんかつ綺麗好きなので、週1でキーボードの掃除をしています。掃除の様子がこちら。まず電源スイッチをオフにして、反対にして大きなゴミを落とします。この時有線だとちょっとめんどくさいです。その後濡れ雑巾で水拭きするのですが、メカニカルキーボードだと凹凸があるので簡単に水拭きができません。メンブレンだと一拭きで終わるのでかなり楽になります。ということで、この要件を満たすキーボードを Amazon で探して購入したものがこちら。エレコムの TK-FDM110MBK、アーテックの HW305-3、アイクレバーの ICBK23 コンボです。この3つはフルサイズ、JIS 標準配列、無線、電源スイッチ、メンブレンを満たしています。さらにキーボードとマウスのセット販売です。詳細を見ていくと、価格はどれも5000円以下の格安キーボードで、キータイプはどれもメンブレンですが、エレコムはラバーカップで、アーテックとアイクレバーはパンタグラフです。ラバーカップはゴムだけでキーを支えている構造で、一般的にぐにゃりとしたクリック感のなさが特徴です。パンタグラフはノートパソコンに採用されている方式で、電車のパンタグラフのような指示構造を持っていて、ある程度のクリック感があるとされています。次にキーストロークは、エレコムが 2.5mm で、アーテックとアイクレバーが 1.8mm です。アーテックはスペックが見つからなかったので、実測です。どれもメカニカルキーボードの半分ぐらい、キーストロークは小さめです。ここで一つ疑問があります。よくメカニカルキーボードの方が疲労感が少ないと言われているのですが、のすけは納得できません。物理的に考えると仕事は力かける距離なので、キー荷重がほとんど変わらないとした場合、キーストロークの短い方が仕事が小さい。つまり疲労感も少ないはずと思うんですよね。メカニカルキーボードを長く使用したことがないので、自信はあまりないのですが、どうでしょうか。詳しい人を教えてください。次にキー荷重はどれもスペックが載っていなかったので、実測してみました。100円玉の重さが約 4.8g なので、それぞれのエンターキーに数枚を乗せて、キーが下がる重さを確認してみました。
はい、ということで結果は、エレコムは8枚から9枚の間で下がったので、約 40g。アーテックとアイクレバーは12から13枚の間で下がったので、約 60g でした。エレコムはキーストロークもキー荷重も比較的に小さいので、疲労感が心配な人に良さそうです。また、この結果を見ると、ラバーカップはキー荷重を小さくできる。もしくは、パンタグラフはキー荷重を小さくできない。のような構造によって正摩擦係数みたいなものに違いがあるのかもと思いました。まあ N 数が少ないので何とも言えませんが。最後に電源の供給方法は、エレコムが単4電池1本で、アーテックとアイクレバーが USB Type-C による充電式です。個人的にはどちらでも構わないと思っています。セットでついてくるマウスについても比較しておきます。まずサイドボタンはアーテックだけついていて、エレコムとアイクレバーにはついていませんでした。のすけはサイドボタン使いではないので、なくても構いませんが、サイドボタン使いの人はアーテックが良さそうです。重さはアーテックが一番重く、エレコム、アイクレバーの順に軽くなります。マウスに軽さを求める人はアイクレバーが良さそうですが、アイクレバーのマウスはかなり平べったいので、好みが分かれそうです。DPI、マウスの感度は、エレコムが1600固定で、アーテックが5段階、アイクレバーが3段階の可変になっています。のすけ的には Windows の設定で変えればいいんじゃねと思っています。電源の供給方法は、エレコムが単3電池1本、アーテックが USB Type-C による充電式で、アイクレバーが単4電池2本になっています。アイクレバーはキーボードが USB Type-C で、マウスが電池という若干ちぐはぐなセット内容になっています。スペックについて長々と解説しましたが、次の章で実際の使用感を確認してみようと思います。まずはエレコムから。キーの配列は完璧で、特にファンクションボタンが4つに分かれているのが好感持てます。F4 と F9 と F10 は高頻度で使うので、4つずつに分かれているとタイプミスしにくいです。打鍵感はこんな感じ。はい、ゴムです。ぐにゃぐにゃしているので爽快なクリック感を求めている人には向いていないです。のすけは文字を打てればいいのであまり気にしていません。タイピング音はこんな感じ。かなり静かなので深夜でも問題なさそうです。ただストロークが 2.5mm で深めなので久しぶりに使うと指が埋もれる感じがあり使いにくかったです。マウスはこんな感じ。標準的なシンメトリーのマウスですが若干小ぶりです。気になるのはクリック音が安っぽくて大きめなこと。キーボードは静かなのにマウスはうるさい、微妙なセットになっています。あと買って3年でマウスホイールがシカトしたので買い替えたという感じです。次はアーテック。最近メインで使っています。ただキー配列に不満があります。バックスペースキーの上にファンクションキーのロックボタンがあり、これが邪魔です。バックスペースキーを押した時に触れてしまうことがあり、F10 を押して半角アルファベットにしたいのにタスクビュー画面になる事故が多発します。メディアキーを無効にしてしまえば問題ありませんが、よく使うバックスペースキーの上にそんなボタンを置くなと言いたいです。打鍵感はこんな感じ。クリック感はあるのですが、軸ブレがひどい感じです。まあ文字が打てればどうってことはないのですが、タイピング音はこんな感じ。
エレコムより若干うるさいといった感じでしょうか。マウスはこんな感じです。アシメトリーな形で右手用です。クリック感、ホイール動作ともに静かで高級感があります。不満があるとすれば若干重たいので、CAD などでガシガシ使うと疲れやすいことでしょうか。最後はアイクレバーのキーボード。アーテックもいまいちだったので買ってみました。筐体が薄く、キーが大きめの真四角で、若干 Mac を意識したようなデザインになっています。キーの高さが低いので、一番ノート PC に近い感覚です。ただ、先ほどのアーテックと同じく、ファンクションのロックボタンに過ちがあります。打鍵感はこんな感じ。これまでの中では一番クリック感があり、軸ブレも小さいと感じます。タイピング音はこんな感じ。軸ブレが小さいので不快なカシャカシャ音が小さいです。なのでキーボードだけ考えればベストな選択なのですが、マウスがダメでした。この平べったいやつ、ダメです。慣れればどうにかなるかもと思ったのですが、全く慣れませんでした。クリックボタンとホイールの質感も良いのですが、この形だけはどうにもなりませんでした。ということで、新しく買ったにもかかわらず、サブに降格したという感じです。ということで、ベストではないが、ベターな選択として、アーテックのキーボードをメインに使っています。アイクレバーのマウスだけ買い替えるという手もありますが、できれば USB の受信機は一つにしたいので、なのでおすすめのキーボードとマウスのセットがあったら教えてほしいです。伝書します。最後にキーボードネタということで、ネットでよく見るフジコの召喚方法を伝授しておきます。まず日本語入力に切り替えて、Q の位置に中指、A の位置に人差し指を準備して、だから左にダーッと動かします。ジコちゃん、失敗することもあります。普段は面白 PC 関連の動画を作っていますが、こんな感じでガジェットの紹介もやっていきますので、高評価とチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。ではでは。